はい、皆さんこんにちは。おっちょこちょいのドジコです。本日私、初の雪中キャンプに行ってまいりまして、その様子をお伝えしようと思います。行き先は滋賀県でございます。こちらではこのように横から水を流して除雪していました。目的地は年間パスポートを持っている牧野高原キャンプ場です。すぐそばのメタセコイア並木ですが、とっても綺麗に雪化粧しております。冬のメタセコイアもとっても美しいです。キャンプ場について受付を済ませてテントを張る場所を考えています。最初ここにしようと思ってスコップで地ならしをしていたのですが、20分ぐらいやって本当に重労働でだんだんやれる自信を失ってきた頃、30メーターぐらい離れた場所のキャンパーさんが片付けて帰っていかれたので、ありがたくその跡地を使わせていただくことにしました。ここです。いやいや、本当に助かりました。雪中キャンプは地ならしが大変って YouTube でも多くの方がおっしゃっていますけれども、本当にそうだと思います。ではこれからテント設営を始めます。テントは小川のタッソ TC を一番小さな六角形で設営していこうと思います。初めての雪中キャンプなので、できるかどうか内心ドキドキだったので、一番コンパクトな形で小さくまとめようと思いました。この日の牧野高原キャンプ場の積雪量は70センチだと受付の方がおっしゃっていました。できる限りシンプルでかつ万全の防寒対策で臨みました。設営完了です。外観を撮影しながら足元がところどころアイスバーンになっていて、カメラが揺れてしまってごめんなさい。そういうところも雪中キャンプの注意点ですよね。テントの中もアイスバーンになっててつるつる滑るので、いろいろ対策が必要です。テントの中にギアたちを置いたのでご覧ください。今回の防寒対策としては、アラジンのガスストーブ、寝るときは湯たんぽと電気膝掛けをシュラフに入れて寝ました。フィールドアのインナーテントも使いました。今回のキャンプ中の最低外気温はマイナス 4.3 度まで行きましたが、ガスもポータブル電源も普通に使えたので助かりました。寒さで電気ガスが使えなくなることが恐怖の一つだったので、カバーをかけたりガス管などはシュラフの中に入れて外気にさらさないよう対策しました。これはテントの中から見た外の様子です。この景色にとても癒されました。すぐそばに炊事場があったのですが、凍結で使えませんでした。こんなこともあるんですね。炊事場が使えないのは想定外でしたが、水は多めに持って行ってたので、まあ大丈夫でした。これは今テント設営が無事に終わり、時々日が差す時などにリラックスしてストレッチというかヨガもどきみたいなのを
やっています。今日のこの辺りの天候は曇り時々晴れ。時々出てくる太陽が本当に気持ちいいです。今日は朝6時頃家を出てキャンプ場に着いたのは9時頃でした。途中で朝マックを買っていたのですが、初雪中キャンプが心配で食欲が全然湧かず、今お昼ご飯に食べようと思います。お昼ご飯を食べ終わると青空が見えてきたので、ちょっと散歩に出ようと思います。この牧野高原キャンプ場は冬は林間サイトだけキャンプ場になり、残りの他のサイトはスキー場になります。昨年9月に初めてこのキャンプ場に来た時は緑豊かで川遊びもできるという感じだったのですが、今はもうすっかり雪に覆われています。ここは高原サイトです。秋にはキャンパーさんたちがいっぱいテントを張っていましたが、今はファミリースキー場になっています。スキー場といっても大人がスキーやスノボをして楽しむスキー場ではなく、小さい子が雪遊びをするタイプのスキー場です。この日も平日でしたが、何組かの家族連れが遊んでいました。スノボをしていた人もいましたが、本格的なリフトはないので、歩いて坂の上を登り滑って降りるという感じでされていました。それにしても晴れているととってもいい景色です。こんないい晴れ間があったのも一日を通してわずか30分程度だったんですよ。ほとんどはどんよりした曇り空でした。このキャンプをした日もニュースでは10年に一度の寒波です。不要不急の外出は控えてください。などとずっと繰り返し言われていたのですが、寒波も末期を迎えていたので、思い切って初雪中キャンプにやってきたのです。ちょっと無謀だったかなって少し反省しています。でも寒かったけれど風がほとんどなかったことがラッキーでした。さてテントに戻ってきました。晩ご飯の準備を始めて焚き火もして暖を取ろうと思います。現在午後3時30分頃ですが、私もしかしたら今日ここで寒ソロかもと思ったのですが、私を含めて計3名いました。3名ともソロキャンで、私以外は男性でした。まあ当たり前ですよね。でも内心寒ソロじゃなくてよかったってほっとしました。初の雪中キャンプで寒ソロだとちょっと怖すぎる。でもそれでもやったと思いますけど、積雪70センチとか10年に一度の寒波っていうのにビビったのはビビったんですよ。私は大阪に住んでいて、大阪、京都はとてもいい天気だったんです。滋賀県に入ると急に暗くなって雪が降り始めて、途中でやっぱり帰ろうかなって何度も思ったんですが、
滋賀県の奥の方、つまりこの牧野の方の空は晴れていたんですよ。これっていつもの逆なんですよね。だいたいこれまで京都寄りの滋賀県は晴れていることが多く、奥の方は曇っていることが多かったんです。その逆の現象がなんだか大丈夫だからおいでって言われているような気がしたのです。それで一か八かで牧野高原キャンプ場にやってきたんですが、積雪はしてるけど風がなかったので大丈夫かもって思いました。キャンプって風が一番重要じゃないですか？いくら天気が良くても風が強かったら大変ですもんね。さあ、晩ご飯用のご飯を先に準備しておきます。外はだいぶ暗くなってきて、冷え込みも一段と厳しくなってきました。これから夜に向けてどうなっていくのか、楽しみでもあり不安でもあります。ここのキャンプ場は歩いて行けるところに温泉があるので、それは本当に助かります。今日も晩ご飯を食べ終わったら焚き火を終わらせて温泉でゆっくりしてこようと思います。特に夜にすることもないので、今年立てた目標の一つで月に2本の映画を見るという目標を立てたのですが、キャンプ場では Wi-Fi がないので残念だけど携帯はあまり触りません。読書も電気が暗すぎて目の負担が大きいのであまりしません。こうやって焚き火を眺めてぼんやりしていることが多いです。でもキャンプに来ると一つだけ不思議なことがあるんですよ。私、趣味でメルカリをやってるんですね。最初は家の不用品を売って断捨離目的でやっていたんですが、それも品物が尽きてくるじゃないですか。売れると面白くて、その快感を求めて安く仕入れたものやポイントで買ったものを売るようになったんですね。私の扱っているものは単価も安いし、出品しっぱなしで売らすための SEO 対策なんかも全くやってないので、利益も大してないんですね。それがなぜかキャンプに行くと売れるんです。ただの偶然だとは思いますが、偶然とはいえほぼ毎回なので、それはそれでありがたいですけど、なんか気持ち悪い。さっきも申しましたように、キャンプ中はあまりスマホを使いたくないのですが、出品している以上必ず返信しないとダメなので、なんか複雑な思いです。以上、ドジコのキャンプとメルカリの不思議の話でした。さて、今回のこのキャンプ動画は前編後編になります。後編では一夜明けて次の日のことをお送りいたしますが、少し予告をさせていただきます。今のこの時点では私自身もまだ決断していなくて迷っているところなんですが、明日の朝になってドジコはとある決断をいたします。
その決断というのがきっと視聴者様も驚いて呆れられるようなことです。だって自分自身も自分で自分に呆れています。これが還暦を目前に控えた女性のすることかって感じです。一体何をしでかすのか想像しといてくださいね。では焚き火の火遊びもこの辺で終わりにして、テントの中に入って晩ご飯にしようと思います。晩ご飯は三田屋のビーフカレーです。初の雪中キャンプだったので荷物も少なくしたかったし、複雑なことをする自信もなかったのでレトルトで簡単なものにしました。雪の中で冷やしていたノンアルコールビールです。凍っているかなって思ったけど大丈夫でした。長い時間焚き火に当たっていたので、服やら髪の毛やら焚き火の匂いが染み込んでいて臭いです。今回タッソ TC を六角形にして、中のサイズは高さ 2m50 センチ、幅 3m70 センチでした。冬だとこれぐらいがコンパクトでちょうどいい大きさかなって思いました。あんまり広すぎると暖房効率が悪くなりますからね。フィールドアのインナーテントが 2m×1m のものなんですが、それを入れてもソロだと十分な広さです。私はインナーテントの中にコットを置いて、今その上に座っているんですが、ちょうど高さが良かったのでずっとコットに座って過ごしました。テントの中の床はスケートリンクみたいな氷なので、お座敷スタイルは諦めてスノーブーツをずっと履いていましたが、それでも底冷えで足の裏は冷たかったです。足用の春カイロを貼ってしのぎました。晩ご飯を食べた後、温泉に入りに行き、そこでしっかりと体を温めてきました。さて今回は長い動画になってしまいましたが、最後までご視聴くださりありがとうございました。と事故は無事夜を過ごすことができるのか、また明日の朝に下す呆れた決断とは何なのか、ぜひ次回の後編の動画も見てくださいませ。見逃さないためにもぜひチャンネル登録やいいねボタン、コメントもよろしくお願いします。コメントは本当に嬉しいです。できる限り返信いたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you!